2泊3日でシンガポールのこれら観光地を全制覇。洗練された街並みや時にアートを感じる景観、そして活気あるローカル店など魅力的な観光資源の多さにびっくり。また日本語表記が多く、公共交通機関も発達しているため、普段海外に行かない人でも旅行しやすい印象でした。こちらの動画では各スポットの詳しい行き方や入場料、観光の所要時間におすすめグルメなどを詳しくお伝えします。これからシンガポールへ行こうと思っている皆様の参考にきっとなるはず。シンガポール観光を計画されているようでしたら、ぜひ最後までご覧ください。なお、こちらのチャンネルでは毎回実際に訪れた観光地の詳細や宿泊したホテル、ご飯屋さんの情報はもちろん、旅先での失敗談なども積極的に発信しています。旅行好きの人はこれを機会にチャンネル登録をぜひお願いします。午後3時40分、シンガポールチャンギ国際空港に到着。アライバルの矢印を頼りに入国審査エリアへ向かいます。入国は人が一切介在しないフルオートメーション。そのため待ち時間ゼロで入国できました。事前に電子入国カードの登録は必要ですが、当日はパスポートと指紋の登録のみ。短期観光であればビザも不要ですので、シンガポールは観光客には優しい国なのです。さて、市内への行き方ですが、どうやらグラブだと27シンガポールドルほどかかるそう。また2、30分待たされるようなので、電車で行くことにしました。現在私たちがいるのはターミナル4。電車はターミナル2か3に行かないと走っていないので、空港内の無料バスを使ってそちらまで移動します。5分ほどでターミナル2に到着。看板を頼りに駅を目指します。こちらがターミナル2のチケットカウンター。シンガポールは1日、2日、3日と乗り放題ツーリストパスを発行しています。私たちは2泊3日の滞在なので 3day パスを購入。料金は1人34シンガポールドル。なお、券売機は日本語に対応していたので迷わず買えました。ちなみにこちらのツーリストパスは返却すると料金が一部返ってきます。私たちが訪れた際の 3day パスデポジットは1枚10シンガポールドル。ということで、返却ありきだと実質24シンガポールドルでした。使い方は至ってシンプル。パスを改札でタッチするだけ。それでは市内へ向かいましょう。ですが気がついたら空港へ逆戻り。市内へ出るためには空港から2つ先のこの駅で乗り換えないといけないよう。同じ緑の線だったため、まっすぐ行ってくれると思ってしまいました。乗り換えの駅に着くとちゃんとトゥースシティと書かれていますので、ここで乗り換えましょう。予約していたホテルのあるパヤレバー駅に到着。今乗ってきた東西線とシンガポールをぐるっと巡る環状線の2路線が使える便利な駅です。スイカやパスモと同じようにツーリストパスをタッチして改札から出ます。さて、私たちが宿泊したのはここ、ホテルクラシックバイベニュー。パヤレバー駅からは700メートルほど歩く位置にありますが、近くにはお得に食べられるシンガポールの屋台村、ポーカーがあったりと何かと便利なホテル。そしてこのホテル最大の特徴は他と比べて安いこと。シンガポールはホテルの価格がかなり高騰しているのですが、ここは部屋は狭いものの個室で1泊1万3500円と控えめな料金。狭くて窓がないため窮屈な印象ですが、どうせ寝るだけの場所なので私たちはそれでよしとしました。ちなみにこの通り水回りはとても綺麗。リーズナブルな宿泊先をお探しの人はこちらのホテル検討してみてはいかがでしょうか。荷物も部屋に置いて身軽になったので観光へ繰り出しましょう。この日の目的地はシンガポールの代名詞マリーナベイサンズ。まずはパヤレバー駅から環状線でマリーナベイ行きの電車に乗車。6駅先のベイフロント駅を目指します。6時25分ベイフロント駅に到着。ホテルから出発してまだ30分ちょっとしか経っていません。改めてシンガポールは観光しやすいコンパクトシティであることを実感。そんなことを考えているうちにマリーナベイサンズに到着したのでした。お目当ては何といっても展望デッキ。
事前に日本にいるうちからクルックでチケットは購入済み。午後5時以降入場の枠で料金は1人4123円でした。入り口はある程度混雑していましたが、事前にチケットを購入していたのが功を奏したのか、10分程度で最上階エリアに到着。これはすごいね。しょっぱなからすごいじゃん。眼下に広がるのは今まで見たこともないほどの大量の貨物船。ここシンガポールは東南アジアのハブ。世界中から物資が集まり輸送されていきます。普段は意識しませんが、世界がつながっていることの証明を見たようで、とても感動しました。反対側も見てみましょう。対岸にマーライオンを発見。そしてシンガポールの摩天楼が広がります。ちなみにこの時点で時刻は午後7時ちょっと前。そこから30分ほど粘ると夜景に変わりました。こちらは貨物船側の夜景。ガーデンズ・バイ・ザ・ベイの夜景も美しいです。4000円ほどと値は張りますが、満足度はとても高かったです。マリーナベイサンズの展望デッキに行く際は午後5時以降の枠で登ることをお勧めします。展望デッキを後にして次に向かったのは噴水ショー。基本毎日午後8時と9時に無料で鑑賞できるショーが行われるようなので行ってみました。なお日によっては30分ずれることもあるそう。詳しくはマリーナベイサンズのサイトをご覧ください。午後8時ちょうどショーが始まりました。噴水と光の演出がとても幻想的。途中日本人にも馴染みのある曲が使われていたりとグッとくるものがありました。ショーの時間は15分ほどと長すぎないのも良かったです。シンガポール観光の際はぜひ訪れてみましょう。マリーナベイサンズといえば見逃せないものがもう一つ。それがこちらレインオキュルス。屋外から見ると巨大な水の渦ですが、マリーナベイサンズの中から見ると人工の滝となっています。もう一つ下の階から見るとこれまた圧巻。外から見た水の渦を下から眺められるのが新感覚でした。時刻は午後8時27分。そろそろホテルに戻りましょう。ちなみに展望デッキからここまでマリーナベイサンズの観光所要時間は3時間ほどでした。ペーパーがトイレに流せる。いちいち切符を買わなくていいのでツーリストパスは便利だなぁと思いながら無事にホテル近くまで帰還。お腹も空いてきたので夕飯にしましょう。ですがこれは私たちが宿泊したエリアがたまたまそうだっただけかもしれませんが、ほぼ全ての飲食店がすでに閉店ということで、訪れたのはバーガーキング。2食分のセットで15シンガポールドルでした。食べられるだけありがたいものではありますが、食体験込みで海外旅行だと思うので、その日の夕飯が日本でも食べられるものだと少しがっかりしてしまいますよね。夜遅くでも迎え入れてくれるバーガーキングの懐の深さには感謝しながらも、明日からはローカル飯を食べまくるぞと心に誓ったのでした。この日は午前8時から行動開始。目的地はシンガポール動物園。世界的にも珍しい柵のないエリアや夜に特化したエリアがあることで知られる人気動物園です。場所はこちら。パヤレバー駅からの場合、オレンジ色の環状線でビシャン駅まで行き、そこから赤色の南北線に乗り換えカーティブ駅に向かいます。カーティブ駅からはバス移動となるのですが、一旦ここで腹ごしらえ。駅構内に現地の人でにぎわっているお店を見つけたので入ってみました。注文したのはカレーとナシレマという現地の料理。2つ合計でも9シンガポールドルとリーズナブル。やっと現地の料理を食べられた嬉しさも重なり、とても美味しかったです。現地の人で混み合うのも納得のお味でした。さて先ほども紹介した通り、ここカーティブ駅から動物園まではバス移動となります。動物の絵柄が描かれているバスなので分かりやすいです。ちなみに動物園行きのバスはツーリストパスで乗車できませんでした。公式サイトを見ると行きは3シンガポールドル、帰りは無料とのこと。私たちはクレジットカードのタッチ決済で支払いました。バードパラダイス違う、ごめん。途中動物園内の違う施設を挟み、バス出発から20分ほどで動物園に到着したのでした。こ
ちらが動物園入り口。チケットは日本にいるうちにクルックで購入。この日は1日かけてシンガポール動物園川辺に特化したリバーワンダー、夜にならないと入れないナイトサファリと巡る予定。入場料は3カ所合計で1人14,617円でした。ナイトサファリなどを除いたシンガポール動物園単体だと広さは28ヘクタール、サッカーコート48個分なんだとか。それだけ広大な敷地に300種類以上の動物がいるそう。そしてシンガポール動物園最大の特徴はオープンズースタイルであること。堀などを巧みに使うことで檻に囲われていない様子を観察できるのです。とは言っても本当に間近の場合は柵や透明の板があるので安心。また敷地は広大ですが、足として使える無料シャトルバスも頻繁に運行しているので移動も楽です。オープンズーなので鳥が近くを滑空することも。木の皮をくわえて歩いています。どうやら巣を作っているよう。そんな様子も間近で観察できる素敵な場所でした。その他自然に近い状態を目指しているようで、同一エリアに複数の動物を飼育しているのも印象に残っています。川を泳げないと聞いたことがありますが、実際に水中を歩くカバを観察できたのも興味深かったです。もちろんゾウやキリン、ライオンといった動物園の人気者たちもいます。スムージーは1つ9シンガポールドルと高い割には味はチープでしたが、レストランエリアでご飯を物色するクジャクが見られたので体験としては元は取れたかなと。一通り見て時刻は午後1時35分。シンガポール動物園単体の観光所要時間は3時間ほどでした。続いて訪れたのはこちらリバーワンダー。先ほども触れた通り川辺に特化した世界でも珍しい動物園となります。敷地面積は約12ヘクタール。先ほどのシンガポール動物園と比べると半分以下の広さとなりますが、サッカーコート12個分ととても広大な施設です。リバーワンダーも見どころの多い動物園なのですが、特におすすめの箇所を抜粋してご紹介します。まずはこちらマナティーエリア。上からも観察できますが、このように下からも見られるのがグッド。お魚と泳いでいる様子やご飯を食べている様子、そしてまん丸な巨体が迫ってくる様子などとても見応えがあります。1頭2頭だけではなくたくさんのマナティーが群れで泳いでいるのも素敵だなぁと感じました。次に訪れたのはアマゾンリバークエスト。入場料とは別にチケットが必要。料金は5シンガポールドル。アトラクション入り口にある券売機で購入しました。内容はというと、世界的にも珍しいゴンドラに乗って動物たちを見るアトラクション型の施設。想像以上に派手な着水に先頭の人たちは濡れてしまっていました。一番暑い日中に乗ったためか、アマゾンリバークエストの動物たちは体力温存モード。15分でスタート地点に帰還。元気な動物たちを見たいなら朝夕の方がいいかもしれませんが、私たちは十分に楽しめました。続いて紹介するのはこちらジャイアントパンダフォレスト。ここにはレッサーパンダとその名の通りジャイアントパンダがいました。寝ているパンダしか見たことがなかったのでちょっと感動。それと食べている竹が目に刺さってしまわないかかなりハラハラしましたが、動き回るパンダが見られて大満足でした。全体的には動物園半分水族館半分といった印象。また屋内や日陰のエリアが多いため、暑さの厳しいタイミングや雨の日でも楽しめる場所だと思いました。なお観光所要時間は2時間半ほどと見ておけば良いでしょう。時刻は午後4時52分。対して次に向かうナイトサファリは7時にならないと飽きません。ということで動物園のフードコートで遅めのランチ休憩。手前のチキンヌードルが 8.9 シンガポールドル、奥の地元の料理が 9.9 シンガポールドル。味は特に可もなく不可もなくでした。それでもまだ時間は余っています。そんな中動物園に隣接するスタバを発見。アイスとホットのアメリカーノを注文。それぞれ6シンガポールドルでした。
そしてついに開園の時間にナイトサファリへ向かいましょう。入場して早々に訪れたのはここアンフィシアター。何やら中でショーが行われるそう。入り口隣にあるこちらの QR コードを読み取り入場券を予約。そして取得したチケットがこちら。ショーの費用は入場料に含まれているようで追加で費用を払う必要はなかったです。ナイトサファリのアンフィシアター、ショー開始は7時半からですが20分前でも前方の席は結構埋まっていました。真正面ではないですがどうにか最前列は確保。ショー開始3分前でもちらほら空席がありますので時間ギリギリでも入場自体はできるのかも。そして午後7時30分予定通りショーが開演しました。演目の名前はクリーチャーズ・オブ・ザ・ナイト。夜行性の動物たちがステージを駆け巡る他の動物園ではきっとなかなか見られない内容でした。ショーの時間も20分ほどとコンパクト。飽きることなく見られるのでぜひ行ってみましょう。さてナイトサファリの面積は40ヘクタールと広大。サッカーコート57個分に相当します。先に訪れた動物園やリバーワンダーよりも広く、またここは世界で唯一夜にだけ開園する動物園なのです。基本暗いので動物たちを探すのは大変。ただサーモグラフィーなどで見つけやすいように工夫されているエリアもありました。ナイトサファリはボールートとドラムルートの2種類があるのですが、それぞれ観察できる動物が違うのでどちらも行ってみるべきです。特にトホルートは夜の動物園に忍び込んだかのようなワクワク感があります。またドラムルートは終始座りながら動物たちを観察できるのでとても楽でした。ナイトサファリ全体の観光所要時間は2時間ちょっと。3つの動物園を1日で巡ったわけですが、夜の動物園散策という唯一無二の体験だからか個人的にはここが一番好きでした。お子さん連れの家族旅行でも楽しめる場所。シンガポール観光の際はぜひ訪れてみましょう。時刻は午後9時11分。行きと同じルートでホテル方面へ帰還。時間も遅かったですが運よくホテル近くのホーカーで空いているお店を発見。普通のミーゴレンと米の平麺タイプのミーゴレンを注文。ともに価格は 4.5 シンガポールドル。色合いはとても辛そうに見えますが全くそんなことはなくもっちりした食感の美味しいミーゴレンでした。ちなみにホーカーには一つルールがあります。それは食べ終わった食器は自分たちで指定の場所に戻すこと。うっかり忘れないようにしましょう。無事ホテルに戻ってこられました。それではおやすみなさい。からのおはようございます。この日は夜の便で日本に帰国予定ということでほぼ丸々1日観光に使えます。ホテルのチェックアウトを済ませた後荷物を預かってもらいいざ出発。最初の目的地はガーデンズ・バイ・ザ・ベイですがその前に朝食にしましょう。訪れたのはホテル近くのホーカーエリアにあるこちらのお店ミーバグース。お店の名前がついたオリジナル料理とワンタンヌードルを注文。それぞれスープもセットでミーバグースが 4.5 シンガポールドル、ワンタンヌードルが5シンガポールドルでした。茹でた麺にソースを絡めた汁なし混ぜ麺。もちもちした食感と化学調味料的な鶏ガラスープの風味がどこか懐かしさを感じる美味しさでした。ガーデンズ・バイ・ザ・ベイは初日に訪れたマリーナ・ベイ・サンズと同じベイフロント駅が最寄り駅。そちらで降りてまっすぐガーデンサイドに進みます。さすがベイフロント、子供たちが描いた船が壁一面に広がってました。看板に従ってまだまだまっすぐ歩きます。そして地上に上がるとガーデンズ・バイ・ザ・ベイの象徴ともいえるスーパーツリーグローブが見えてきました。からの振り返るとマリーナ・ベイ・サンズ。ここガーデンズ・バイ・ザ・ベイはシンガポールの国立公園。基本無料で入れるため現地の人たちや観光客の憩いの場として愛されています。
ただこれらスーパーツリーグローブに登るのは有料。展望台で14シンガポールドル、木々をつなぐ橋スカイウェイも同じく14シンガポールドルだそう。私たちは行けませんでしたが、夜になるとライトアップされます。美しくライティングされた中、空中散歩というのもとても素敵なプランではないでしょうか。さて、スーパーツリーグローブ以外にもガーデンズバイザベイには有料の場所があります。それが今から行くクラウドフォレストとフラワードーム。チケットは2カ所セットで1人32シンガポールドルでした。そしてこちらがクラウドフォレストの入り口。Thank you。おお。入るといきなり人工の滝がお出迎え。高さはなんと30メートルもあるのだとか。滝が一番すごくて、あとは緑の綺麗な普通の植物園かなと思いながら進むと、エレベーターを発見。それを使って登っていくと、先ほどの滝の裏側に出ました。ここまででもそこそこ楽しめましたが、クラウドフォレストの真の実力が発揮されるのはここからです。午前10時、霧が発生。ここクラウドフォレストは時間限定で人工のミストが発生するのです。そして瞬く間に一面霧で覆われます。その様子はまさに雲の中の森にいるよう。空中を通る道を歩けばゲームやおとぎの世界にいる感覚になります。10時からミストが出るというのは事前に調べて知っていましたが、まさかここまで幻想的で引き込まれる空間だとは思いもしませんでした。ミストタイムは午前10時から午後8時まで2時間おきに発生するそう。霧の有無でクラウドフォレストの満足度はかなり変わってくるはず。皆様もぜひミストタイムの時間に訪れてみてください。ちなみにネットの情報だと月に1回程度不定期で入れないことがあるそう。公式サイトなどから事前に調べておくことをお勧めします。クラウドフォレストを堪能した私たちは続いてフラワードームにも入ってみました。ここは世界最大のドーム型植物園。様々な木々や花々が一面に広がります。ちなみにシンガポールに訪れたのはちょうど桜の季節。それもありドーム内では期間限定で桜と日本の特集がされていました。国籍を問わず桜をめでてくれる人たちが多いのはとても嬉しいことです。そんなことを思いながらいろいろな木々や花々を堪能。植物が好きな人はきっと楽しめる施設だと思います。駅に向かう途中でまたガーデンズバイザベイの敷地を少し散策。クラウドフォレストとフラワードームを合わせてガーデンズバイザベイの観光所要時間は駆け足で2時間ほどでした。効果に感謝。せっかくシンガポールに来たならマーライオンは外せないですよね。ということで行ってみることにしました。マリーナベイサンズの正面、直線距離にすると500メートルしか離れていませんが、湾があるので直進できません。徒歩で迂回するのもありですが、日差しも強いので電車で行くことに。ベイフロント駅から一駅先のマリーナベイ駅に出て、そこから南北線に乗り換え、マーライオンの最寄り駅ラッセルズプレイス駅に向かいました。そして無事駅に到着。オフィス街をガンガン歩き、マーライオンとご対面。がっかり観光地の代名詞のように言われるマーライオンですが、実際に目にすると想像よりも巨大でがっかり感はありません。ちなみに高さは 8.6 メートルあるのだとか。頭部はライオン、体は魚のシンガポールの守り神。なお周囲に日を遮るものがないため、できれば炎天下の日中は避けた方が無難でしょう。さて皆様はシンガポール唯一の世界遺産をご存知でしょうか。ボタニックガーデンという植物園がそうなのですが、シンガポールが発展した一つの要因でもあるゴム産業に不可欠なゴムの木の研究などが評価され、2015年に世界遺産登録されたのだとか。また世界最大の蘭園オーキッドガーデンが見どころということで行ってみました。マーライオンのラフルズプレイス駅から東西線でブオナビスタ駅に移動。そこから環状線に乗り換え、ボタニックガーデン駅で下車。案内を頼りに進むとすぐに到着しました。到着といっても敷地内は広大。広さは82ヘクタールあり、昨日訪れたナイトサファリの2倍以上の敷地面積を誇ります。そのため一周するだけでも徒歩で3時間以上かかるのだとか。到底すべては見切れません。
私たちは多少くねくねしながらも、まっすぐ世界最大のラン園、ナショナルオーキッドガーデンを目指しました。歩くこと約30分、やっと入り口を発見。先ほどまで歩いてきたエリアは無料ですが、ここは有料。料金は1人15シンガポールドルでした。入って早々、なんと美しい噴水がお出迎え。期待しすぎるのも良くないですが、世界最大と聞くとワクワクしますよね。植物のアーチや花々が咲く美しい道が続きます。この日の気温は31度。暑くはありますが、日陰が多いのは助かりました。また、ところどころ水が流れているので、どこか涼しげ。ただ、オーキッドガーデン内だけでも30分近く歩いていると、さすがに暑くなってきます。そんな中、現れたのがこちら。冷房が効いた屋内施設で、とても涼しいです。立派なランも見られる素敵な場所。ランが綺麗なのと外が暑いのであまり出たくありませんでした。その後もこれでもかと美しいランたちの空間が続きます。涼しい屋内エリアは15分ほどで終了。ここを出るとそのままナショナルオーキッドガーデンの出口に続いていました。ナショナルオーキッドガーデンだけでも40分。それに駅までの往復も合わせるとボタニックガーデンの観光時間は休憩なしで1時間半でした。体力に自信がある人、または半日かけてゆっくり見て回れるだけの観光日数に余裕がある人以外は無理して訪れなくてよいでしょう。さて、ここから先は荷物を預けていたホテル近くまで戻り、安めのお土産はないかとローカルのアーケードを物色しながらポーカーで遅めのランチ。その後デザートにチーズマンゴースムージーを飲み、荷物を回収。そして最後の目的地に向かうのでした。シンガポール観光もこれにて終了？いえいえ、最後にもう一つ見どころがあります。それがシンガポールの空港、チャンギ国際空港にある巨大複合施設ジュエル。帰国のため空港に向かうのは少し寂しく感じるものですが、空港自体が観光地になっているならその寂しさも紛れるというもの。いつよりも足取りも軽いです。行きと同じくパヤレバー駅から東西線で空港方面へ。それにしても2路線使えるパヤレバー駅は本当に便利でした。ここタナメラ駅で空港行きの便に乗り換え、パヤレバー駅から25分ほどで空港に到着しました。さて、動画の最初でも紹介しましたが、駅に着いたら何はともあれツーリストパスを返却。これでパスが実質10シンガポールドルお得に使えたことになるので忘れないようにしましょう。ジュエルは先ほどもお伝えした通り、チャンギ国際空港に隣接する複合施設。あくまで隣接する施設なので、ジュエル内に入るには一度シンガポールへ入国する必要があります。そしてターミナル1の入り口から入ってみると、巨大な人工の滝が出現。こちらレインボルテックスといい、屋内では世界最大の人工の滝だそうです。1階部分から見てもすごいですが、下の階に降りるとロート上に流れる大量の水がまるでアートのよう。ネットで調べたところ、常に流れているわけではなく、月木は午前11時から午後10時、金曜から日曜は午前10時から午後10時で流れているのだとか。早朝や深夜は見られないので注意しましょう。またターミナル2と3の間を移動するスカイトレーンの一部がジュエル内を貫通しているのですが、電車からもレインボルテックスは見学可能です。シンガポールに来たからにはぜひ見ておきましょう。レインボルテックスを堪能した私たちはジュエルでもお土産を物色。帰りの便はスクートだったのですが、たくさんある無人機から待ち時間ゼロでチェックイン。日本語にも対応しているので一切困りませんでした。出国審査もわずか数分で完了。制限エリアではスタバで時間を潰し、ボーディングタイムまで待機。1点注意が必要なのは、搭乗エリアにトイレがないこと。制限エリアにいるうちにトイレは済ませておきましょう。ちなみに離陸前に機内のトイレが使えたので、どうにか事なきを得ました。何はともあれ日本に向かって離陸開始。ちなみに今回初めてスクートを使ったのですが、 LCC なのにシートピッチが広くて感激。そして出発から7時間で無事帰国したのでした。
最後までご視聴ありがとうございました。ここまでの内容が皆様のお役に立てたなら幸いです。また励みになりますので、もしよろしければチャンネル登録やいいね、コメントをいただけますと嬉しいです。本日の内容は以上となります。それではまた次の動画でお会いしましょう。